はい、こんにちは、梅野です。本日は、レタッチなしの JPEG 取って出しで、写真を撮っていきたいと思います。はい、ではカメラの設定は、この一応インスタとか開けるようにローでも撮るんですけど、 JPEG のファイン、一番画質のいい JPEG のやつですね。でこれに設定させていただいて、でピクチャーコントロールを、使わせてもらいます。オートになるんで勝手にかかるんですけど、今回はちょっと明暗さとか、イチョウの色味とか出したいので、スタンダードとかニュートラルとかビビットとかあるんですけど、風景を今回選択して撮っていきたいと思います。はい、では1枚目、このイチョウ並木を撮っていきたいと思います。レンズは標準ズームレンズを使いまして、で変光フィルターをつけています。ここでローアングルに構えまして、で地面のところに、光が当たっているところと当たってないところとありますので、この当たってないところからカメラを構えることで、写真の下側がちょっと暗くなって、で上側に光につけてるイチョウの並木が入りますので、ちょっとメリハリをつけるのと視線誘導の感じになるかと思うので、日陰のところにカメラを構えて、ここからローアングルで狙っていきます。でこの地面を3分割のラインの下のところにこういう感じかな、入れて上を見上げるような感じで撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。F 値は4にして、遠くのイチョウの方は、ピントが合うようにして、手前の方はグラデーションでボケていくような設定で撮っていきます。この場合でシャッタースピード100分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。露出値はちょっと上げまして、プラス 0.7 に設定しまして、速攻モードはマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。縦構図を使いまして、画面の下側に、タイルとこの落ちたイチョウの葉っぱの地面を入れまして、上側にイチョウ並木を配置しました。で3分割の下の横のラインで、地面と、空というか、普通のところと区切って撮っています。で手前の方に、日陰の部分を入れたことで、より奥の方に目が行くような感じになったんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここの花壇を撮っていきましょう。手前の、お花を前ボケに使って、奥の、なんていうかな、白の花びらのお花があるので、それを撮っていきます。背景に植木がありまして、今ちょうど光が当たってますので、F 値を低くすることで玉ボケになるかと思いますので、ローアングルに構えて、手前で前ボケを作って、で被写体にピント合わせて、背景は玉ボケという形で撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。前ボケを使っていきたいんですけども、お花の横から撮りますので、F 値を低くしすぎるとピントを合う範囲が一部だけになってしまうので、F 値は5にちょっと絞って撮っていきます。望遠レンズを使って撮っていくので、F 値5でも前ボケと後ろの玉ボケと両方作れるかと思います。で実際のところに向けると、シャッタースピード80分の1秒やったと思うので、普通に撮ると手ブレするんですけども、カメラの手ブレ補正と、あとカメラをしっかり構えることでブレを抑えていきたいと思います。で ISO 感度は100で頑張っていきます。で露出値はプラス 0.7 にちょっと明るくしまして、速攻モードは
マルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で切り取りまして、3分割の右上の交差点に、被写体のお花を配置して撮りました。ローアングルに構えたことで、こういう花壇のところでも前ボケをしっかり作って、で背景が、植木のところが光が反射して玉ボケになってくれています。でピントが合っているところがもうこのメインのお花だけになってくるので、こう視線誘導というか結構目立たすことができたんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここのイチョウの葉っぱを取っていきましょう。ここの、段になっているところ、これ横にラインが入ってて、綺麗なのと、今サイド高になってまして、イチョウの葉っぱが立体的に見える感じになると思いますので、これちょっとハイアングル気味からこういう感じで撮っていきたいと思います。で露出を下げることでこう明暗さを出して、印象的な写真にしてみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。まず F 値は4に設定しまして、解像感を出していきます。シャッタースピードが250分の1秒出てますので、ISO 感度は100で OK です。で露出を下げると言ったんですけども、ハイライト重点速攻に設定することで暗いところがより暗く映りましたので、露出値はプラス 0.3 に設定しています。で速攻モードはハイライト重点速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ハイアングル気味から撮りまして、で下の、この石段みたいなところの模様が横一直線に何本も入ってますので、ラインを使ったような写真になります。太陽が今サイド光で当たっておりますので、イチョウの葉っぱに横から光が当たって影ができることで、すごい立体感のある写りになったんじゃないでしょうか。で明るいところと暗いところと明暗差をつけましたので、よりメリハリのある写真になったかと思います。はい、最後はちょっと簡単な感じに撮っていきます。イチョウの葉っぱが結構降り積もっている地面のところに、さっきまで飲んでたこのスターバックスのカップを置きまして、で赤色のやつを買ってきましたので、黄色と赤とでストローとかこのスターバックスのなんかマークが緑色になりますので、いろんな色が入って綺麗になるかと思います。で横構図でこの木の幹を画面の右下に来るように撮ってもいいかなと思ったんですけど、ちょっと何ていうかな、上から撮らないとそんな感じにならないので、背景とこうピントを合わせるカップのところがちょっとこう分離しないというか、なんか一体になってしまうので、ちょっとのっぺりした写真になってしまいます。なので、ここは縦構図に変えまして、縦構図のちょっとローアングルから撮ることで、ここを前ボケに使うことができまして、でここにピントがしっかりあって背景はまたボケますので、結構立体感のある写真になって、で色の対比にもなりますので、結構印象的な写真になるんじゃないかなと思います。はい、カメラを設定していきます。前ボケと背景をボケさせていきたいので F 値は 2.8 に設定しました。で実際のところに向けるとシャッタースピード320分の1秒出てますので、ISO 感度100で OK です。でちょっと光のサイド光になるんですけども、ちょっと木漏れ日の場所にあるので暗くなりますので、露出値はマイナス 2.3 まで上げて、ハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図を使いまして、3分割の左上の交差点に、被写体のスターバックスのカップを置いて撮影しました。
横構図で撮った場合は結構のっぺりした写真になってたんですけども、縦構図でちょっとこう高さとかを出すことで、なんていうかな、立体感というか、そんな感じの写真になったと思います。で、手前の下側が前ボケしてくれて、で背景はボケまして、前ボケ、中継、後景と3層構造になりまして、奥行き感を感じる写真になったと思います。はい、本日は秋の公園を、JPEG 取って出しで、撮りに来ておりました。レタッチしないっていうのはもう結構久しぶりになりますので、実際パソコンで見てみないとどんな写真になっているのかわからないのでちょっと不安ですけども、初心者の方は結構ロー現像するんじゃなくて JPEG 取って出しで撮っている方も多いと思いますので、参考になれればと思います。そしたら今日はこの辺で帰りたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。